いい感じの古道ですよね。あちらから来て、こう来て、こう登っていくわけですよ。開くのかな。到着しました。嘉永3年。引き返したくなってきたんだけど。はい、こんにちは。道にあるちょっと古いもののパパゲルです。いつもご視聴ありがとうございます。ちょっと風が強いんで、モフモフ付きのピンマイクで喋ってます。ここは大多喜町のおどろなんですけどね。これからこの先にあるスポリの隧道付きの廃道を紹介したいと思います。目の前に石碑があるの見えると思いますけどね。これがこれから紹介しようという道の完成記念碑です。よいしょ。わかるかな。旧道はシャバの往来に困難を極め、奥地に、水田なんだ10丁山林なんたらがあるけど、多分行くのは大変だったんだよって話だと思います。まあこれぐらいの手抜きは勘弁してください。で、この道はね、意外と新しくて、昭和23年10月完成ってなってるんですよ。だから戦後ですからね、まだ70年ぐらいしか経ってないんですよね。どうやらこれは景気対策として行われた土木事業だったらしいんですよ。ですがね、残念ながら先ほども言った通り、もうすでに廃道になっています。廃道になった理由はね、千葉の古道あるあるなんですけど、ゴルフ場に寸断されて、そのまま廃道化してしまったというね、そういう道ですね、ここはね。よいしょ。じゃあちょっと下に降り。よいしょ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 。じゃあ行きたいと思います。ちなみに隧道に行く道はこれ右と左2つあるんですけど、とりあえず右に行きたいと思います。おそらくね、石碑にある道は右の道だと思うんですよ。左の道はね、ちょっと勾配がきつすぎる。帰りに通ろうと思いますけどね。これ見てください。馬頭観音ね、明治42年、じゃないかな。そう、明治42年って書いてありますね。それから、これもなんだろうね、よくわかんない。もう完全に消えちゃってるんですけど、おそらくこれも馬頭観音じゃないかな。それとも道祖神？それから穴ですね。なんか気持ち悪い穴開いてますけど、民間防空壕かな。横墳墓ってことは、どうだろう、あるかもしれない。もう一つありますね。軍物じゃないとは思うんですけどね。さて、じゃあ行きましょう。なんか、入っちゃっていいのかなとかって思うような雰囲気のところなんですけど、道はこれで間違いないです。あ、そうだ。さっき、スタート地点は風が結構強かったんですけど、ここら辺も風弱くなってきたんだよな。カメラとピンマイクで両手が埋まってるんで、そろそろピンマイクしまおうかなと思います。ついでのレポートになりますけどね、使ってるカメラ、ソニーの HDR-AS300 の内蔵マイクとピンマイクを利用した際の音質の比較ということができるので、ちょっとそれもね、参考までにどうぞ。はい、ここからは内蔵マイクでの、音声収録になります。思っていた以上に音質が変わったので焦りました。やっぱりもうこの勾配ってのは明らかに荷車とか意識してますよね。車はどうだったのかな。さっきの石碑にはやっぱり山林とか水田があるってこと書いてあったから、山林はこの杉林ここにもありますけどね。やっぱりそうなると車で通りたいですよね。福音は十分車行けますよね、これね。でもどうですか、もうここなんかいい感じの歩道ですよね。でね、2、3年前に来た時に木がぶっ倒れてて通れない状態になってたんですよ。それで引き返したことがあったんですけど、だからね、今回大丈夫かなってちょっと心配だったんですけど、これ手入れされてますね、明らかにね。ってことはこれは頂上まで行けそうだ。でもこの崩落はなかった、前は絶対なかったと思う。房総半島で比較的新しめな崩落跡っていうのは去年の秋の台風15号、19号の爪痕なんですよね。これもほぼ間違いなくそうでしょう。いや、こういうね、こういうカーブがたまらんなとかって思うんですけど、ちょっと見ましょうか。よいしょ。
あちらから来て、こう来て、こう登っていくわけですよ。いいですね、この古道。素晴らしい。古道じゃないんだよな。そうだ、だから昭和20年代の道なんて、一般的には古道とは言いませんよね。お、なんか、この災害現場らしきものが現れましたよ。あそこから来たのかな。あそこから崩れてきたんでしょうね。これは、イノシシの遊び場ですね。ここ出るんだな。いい感じに耕されてますよ。やべえやべえ。夜中は絶対来たくないぞって感じですけどね。とりあえず隧道までは一本道なんだよな。目の前にでかいやつがいたらどうしようって感じですけど。あとどれぐらいだっけかな。途中にね、横井戸っぽいのがあったような気もするんだけど。いやでも久しぶりに歩いてね、こんなにいい道だったとは思わなかった。イノシシさんがいい感じに耕してくれちゃってるからぐちゃぐちゃっすわ。で、あったあった、これだ。横井戸っぽいやつ。開くのかな。まあ開くんだろうけど、ちょっとこれちゃんとしっかり蓋してあるからね、元に戻すの大変そうだからこのままにしておきます。ああ、もうそろそろ終点っていうか隧道よいしょだったかもしれない。あ、そうだそうだ。あ、到着しました。隧道にいかがでしょうかね。一見土かぶりが少ないように見えますが、実はそんなことはありません。反対側の高校に注目です。ちょっと待って。あ、ちなみにこの道は、ここはまだそんな大したことなさそうなんですけどね、この先がものすごい勾配になってるんですよ。帰りに通りますけど。あれ、知らなかった。まだこれ上に行く道があるんだった。ちょっと行ってみたくなりますね。でもね、まあ、とりあえずメイン行きましょう。隧道の中だいぶ風が出てるようだったんで、またピンマイク使用です。音の定義がちょっとおかしくなっているかもしれませんけど、ご容赦ください。結構断面大きいんですよね。立派な隧道です。高さは一番高いところで4メートルありますよね。福音は3メートル弱ってところかな。でこれここ今ね映ってますけど、道祖神があります。こんな感じだとわかるかな。こちら側にね、これ嘉永だと思うんですけどね、嘉永3年だと思います。でね、多分ここにもともと入ってたんでしょうね、この穴の中にね。だけど今下に置いてあるっていうか、時々位置が動いてるような気がするんだよな。これ気のせいかな。気のせいではありませんでした。2013年にはここにありました。行きましょう。じゃあ、そこ真ん中が随分占掘されちゃってるんですよね。振り返り。いやーでもいいでしょう。ところがね、こんなところにまでやってきて落書きするやついるんですよね。まったくいい加減にしてよとかって思うんだけど、こっちはない。綺麗なもんです。でこれ隧道掘ってさらに登ってますね。隧道の先が上り坂っていうのはあんまりない。まあ時々あるけど、だけどここの上り坂はまあある意味必然ですよね。よいしょ。ここら辺もこれ掘ったのかな、人工的に。よいしょ。人工的に掘る。そりゃそうだ、天然に掘るってことはねえや。
ここをね写真に撮るとなんか隧道がすごくちっちゃく見えるんですよまあでもこの動画見ててくださった方は分かると思うんですけど、ちっちゃく見える穴がでかいんですよね。そしてさらにこういう風に上に掘り割りになってるということで、ここのスケール感お分かりいただけるかと思います。よいしょ。でこの先なんですよね。この道が行きたかったのはこの先のはずなんですが、見ての通りもうひどいことになっています。地図なんか見るとまだもう何百メートルか一応道路の線が描かれてはいるんですけど、でもとてもじゃないけど行けない。せめて冬に来るべきでしたね。はい、失敗しちゃった。まあでもまた来ればいいや。道の変遷を最後に説明します。よかったらお付き合いください。よいしょ。こんな感じでございます。じゃあ戻りましょうか。痛い。この葉っぱ痛いんだけど。そうだ、この間の地下壕の動画でなるべく長袖で頑張らなければなんて言っておきながら、もうダメですよ。長袖やだ、無理。半袖で来ちゃいました。なんかあそこ水垂れてくんだよな。カメラはこっち側で水のかからないところで。よし。あと音がちゃんと取れてくるのかがとっても心配。ナレーション入れるのめんどくさいんだもんな。アフレコのナレーションだとね、あんまりこうよどんだりしてるとね、楽譜がつかないんでね、原稿書くのも大変だし。さてと随分抜けてきました。でさてどうしようかな。こっち降りていけば帰れるんですけどね、この道知らなかったんだよな。ちょっと行ってみましょう。大した道じゃないと思うんですけど、結局多分随道の上に出ておしまいとかってそんな感じだろうとは思うんですけどね。あれ、入るところはいい感じだったのに、もうすぐにあれ出しましたよ。しかも山の上に行くのかなと思ったら違うね。どんどん違う方向にそれていく。そして下り始めたよ。あれ、予定変更でこちらの道を行けるところまで行ってみます。あ、しまった。 GPS ログ取ってなかったですよ。自粛期間が長かったでしょ。だからね、自粛明けてもね、いまいちまだ調子が出ませんね。忘れ物をしちゃったりとか、機材なんかもね、家の中でどこに置いたか分かんなくなっちゃって探したりとかってね。GPS ロガースタート、山旅ロガーってのを使ってます。道なくなったかな。なくなってくれれば僕は心置きなく引き返すことができるんだけど、まだ残ってる踏み跡があるってことは行かなきゃならない。そろそろ引き返したくなってきたんだけどいやでもさ、いやトラロープがある。やっぱこれ人入ってきてるね、普通にね。ていうかさ、このパイプ何なんだろう。多分どっか取水用なんでしょうね、これね。これ降りていけば多分下のどっかに出るんでしょうけどね。道がちゃんと整備されてるのって多分このパイプの保守管理用なんでしょうね。ここ降りていけば多分どっか出るんだろうけど、ここまででよしにしましょう。いいですよね。ここで引き返していいかな。いいです。はい、聞こえた。よしよし。じゃあここから引き返します。よいしょ。ちょっと大変。この白いの何？キノコ？なんだろう。硬い。いや、プニプニする。なんだろう。あ、刺さっちゃった。なんだろうな。さて、出てきましたよ。おっとっとっと。随道のところまで戻ってきましたよ。よいしょ。さて、じゃあ今度こそこちらの道で帰ります。おそらくね、この道が最初の石碑の中に書いてあったね、
険しい道、なんて書いてあったっけか、きつい道があるっていうようなこと書いてあったと思いますけど、その道なんだと思います。ここも崩落したんだ。この崩落も前はなかったと思います。まあ、福音はね、ちゃんと確保されてるんですけどね。だけどもうすでに結構勾配きついのわかるかな。これ、荷車とかだとまあ結構きついですよね。四輪車も多分かなりきつい、無理。でもね、降りるのはこっちの方がいいんですよ。もう何しろショートカットになるんで、早いですからね。だってほら全然カーブしてないし、まあカーブしてるけど、ほとんどカーブしてないですよね。直通ルートですよ。ここなんかも見ると結構きついの分かると思います。どうだろう、こんな感じ。ふもとまで降りてきましたよ。ため池の堰堤が見えてきました。いつだっけかな、2月頃だっけかな、一回ここ撮ろうかなって思って来たことあったんですけど、この堰堤工事やってたんですよ。で、一応立ち入り禁止って書いてありましてね、こういう規模のところの工事現場はそんなに気にしなくていいかなとは思ったんですけど、堂々と突破してるところをね、動画上げるのもなんだよなとかって思ってね、一応まあいつでも来れるからいいやと思って、その時は引き返したんですけど、はい、よいしょ。まあもうほぼ無事生還でございますよ。イノシシの檻ですね。農機具。これも草広じゃないですか。で、見てきましたね。穴、さっきのね、民間防空壕っぽい穴ね。それからあそこに石碑もあります。ということで一周してきました。今回の動画は以上で終了になります。この動画まあまあだと思ったら高評価ボタン、クソだと思ったらこれ、よかったらチャンネル登録もお願いします。ということで、ご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。最後にこの道の変遷を地図で見てみましょう。今昔マップオンザウェブを利用させていただきました。まずこちら、左が明治39年発行の地形図、右が現在の地形図です。これによれば、遅くとも明治の末には隧道があったことがわかります。隧道の先で道は二手に分かれていました。右の二重の破線道はそのまま北の集落に抜けていました。おそらく東側にある大滝街道、現在の県道27号を補完する道だったのでしょう。左の破線道は途中で途切れています。こちらが冒頭の石碑にあった10丁の水田や山林に向かう道だったのでしょう。次は昭和22年発行の地形図。左の道が消えました。ただこれは道が廃道化したということではなく、単に記載を省略しただけだと思います。というのも昭和57年発行の地形図になると左の道が復活するからです。その代わり右の道が消滅しました。断定はできませんが、この時点で右の道は廃道化し始めていたのかもしれません。また隧道の手前の道の線形が変わったことがわかるでしょうか。おそらく前半で紹介した昭和23年に整備された道に切り替わったのでしょう。最後に航空写真です。これは1960年代に撮影されたものですが、八つ状の地形に棚田が広がっていることがわかります。これらの農地は現在ゴルフ場になって完全に消滅してしまいました。ということで今回の道は使命を終えたのでしょう。なお、この航空写真よく見ると前半の道が写っています。よかったら探してみてください。それでは。